皆さんおはようございます。今日も皆さんエナジー全開でステップアップ目指して頑張っていきましょう。この動画はダンスには欠かせないアップとダウンのルーティン動画実践編になります。細かい解説を行っている動画の方は別にアップロードしていますので、説明欄のリンクの方から飛んでぜひそちらの方もご視聴してください。実践の前にポイントの方を整理しておきましょう。意識して練習をした時と何も意識せずに練習した時では成長に差が出てしまうので、次の3つのポイントを意識しながら練習をするようにしてみてください。1つ目、足の曲げ伸ばしの時には内転筋を意識して体の中心にバランスを取るようにするというのが1つ目です。2つ目、足の裏意識がつま先になるようにバランスを取りながらリズム取りをするようにしてみてください。3つ目、胸のアップダウンの時に腹筋をしっかりと使って縮める動き、それから腹筋を使って肋骨を持ち上げる動き、ここの腹筋の使い方にすごく注意を置いて練習をしてみてください。もう一つプラスして考えてほしいのは、今回のメニューは腕の方に脱力を入れて練習をするということをお勧めします。これは強制ではないんですけれども、後で腕の振り付けとかが入った時にうまく動かせるようにするために、できるだけここは意識ゼロの状態で行うことをお勧めします。それでは早速メニューの方を実施していきたいと思います。いきます。5、6、7、レッツゴー。皆さんいかがだったでしょうか。ダウンとアップは絶対にダンスをやる上で避けては通れないベーシックなので、本当に地味なんですけれども、コツ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 毎日練習をすることを本当にお勧めします。毎日 1,2 分で済むことだと思いますので、解説動画の知識を入れた上でコツコツ 1,2 分っていう時間を確保してみてください。実際に僕が一番最初にダンスを習った時にダウンの動きから習ったんですけれども、もちろんアップも一緒に習ったんですけど、一番最初にダウンっていうのにつまずいてしまって全く胸が縮まらないっていう状態で、確かね、一番最初ダンス始めた日3時間ぐらいダウンの練習をしても全く動かなかった、胸が丸まることがなかったっていうのをすごく記憶しています。人によってアップタイプが得意な人、ダウンタイプが得意な人っていうのが分かれるので、自分にとって苦手な方、得意な方、どちらかといえばこっちの方が苦手だなみたいなのをまず理解した上で、自分がアップもダウンも均等に取れるようにするっていうのがまず最初に大事なところなんじゃないかなっていうふうに思ってます。スペースアートダンス TV ではダンスを通して皆様がエナジーあふれるダンスライフを送れるようにコンテンツを制作していきますので、ぜひご視聴や応援のほどよろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。